世界的に売れてるっていう事実があって、なので僕は僕の嫌なところを僕なりに改善したら僕でも遊べる好きなゲームが作れるんやなかろうかって、これ 95% の法則ってやつです。つまりジャイラスのネタはこれ1個です。アメリカで大ヒット。どうけん、皆様こんにちは。日本を元気にする YouTuber 岡本良樹です。今日もよろしくお願いします。最近ねちょっと元気にやらせてもらってるんですけど、コロナも流行ってね元気なくなってるんで、余計に僕ぐらいは元気にやっていこうかなと思ってます。今日はジャイラスの開発秘話っていうのを話をしてみたいと思います。ジャイラスっていうのは38年ぐらい前にコナミから発売されたゲームセンター専用のマシンだったんです。その当時コナミに在籍していた僕がプランニングとグラフィックの方を担当させてもらいました。今から38年前、皆さん生まれてないかもしれませんけど、そんな頃はもう現役でゲーム作ってたんですってことで、その昔の話をさせてください。ジャイラスは回転翼のジャイロから取ってる造語のはずです。でそのゲーム画面が回転するんですよ。プレイヤーがぐるぐる回る系なので、そこから取ってると思います。このジャイラスっていう名前をあんまり皆さん知らへんじゃないかなと思ってます。それもそのはず、実は日本ではその当時もあんまり売れてません。でもアメリカではかなり売れたんですよ。今では本シウマイの移植版みたいなのがあるそうなので、今でも遊ぼうと思ったら遊べんこともないと思いますけど、今のゲームから比べるとねっていうような感じの画面のシューティングゲームなので、ゲーム業界の歴史だったり岡本良樹の歴史だったりというところにちょっとでも興味があるようでしたら、ぜひトライしてみてください。時代やね、こんなんで売れたんやプププみたいな感じかなと思います。で今回お話をさせていただくにあたって、あまりにも僕の記憶が間違えてるのもなと思って、お恥ずかしいことにならんようにと思ってですね、ウィキペディアの方を読ませていただきました。でですね、メインプログラマーのところ有馬俊夫となってましたけども、有馬俊夫は、字が違ってますね。俊夫が春夫ですね。美術っていうところの担当が大山秀樹となってましたけど、大山秀樹ひらがななんですけど、大きい山に秀樹、西城秀樹ですね。でちなみにこれ美術担当じゃなくて、サブプログラマーです。美術は岡本の方でやらせてもらってます。大山くん僕の同期のプログラマーだったんですけど、今もう亡くなってるんで、そこだけちょっと皆さんの記憶に留めていただけたらなと思ってお話しさせていただきました。タイムパイロットっていう僕の1作目のタイトルの制作が佳境に入ってきてる時、難易度調整とかデバッグとかキャラクターも最後の調整してたりとか、バグ取りしてたりとか、ロケーションの貼り付けしてたりとか、あとポスター書いてたりとか版下作ってたりとか、そういう仕事を全部一人で徹夜したり徹夜したり徹夜したりして作業をこなしてる時に、ある時有馬さんに声かけられたわけですよ。自分次どんなん作ろう思ってるん？いや何にも考えてないですよ。もちろん全く考えてない。考えてるわけがない。そんな暇あったらタイムパイロットに全力投球ですよっていう。っつって「何言うてるん自分」っつって「あんなこのゲーム終わったらすぐ次のに入るんやで。いや俺ずっと徹夜してるし代給はないで有給も使えない」でそういう時代だったんですけど、もともとタイムパイロットは3ヶ月で作れって言われてるところを遅れて4ヶ月かかってるんですね。遅れてるんだからじゃあ俺定時で帰りますさーっていうわけには当然いかず、その全責任を感じつつ、自分じゃ自信はあったけどその時はまだ売れるかどうかもわからん中で全力で作業してる、そういう時です。その時に次の考えなあかんと。で時々呼び出されるわけですよ。僕は開発ビルの中で仕事はしてるけど、本当は貿易部に席を置いてるんですよ。貿易部企画課っていうところの上司にいろいろ報告せなあかんで、週に1回や2回は顔出してて、で月に1回ぐらいは企画会議みたいなのがあって、新規のアイデアを提出するんですね。でプレゼンするんです、みんなの前で。そんな中で木下さんっていう先輩がおられて、その先輩が好きだったゲームが2つあって、1つがボスコニアンで、1つがギャラガだったんですね。でその木下さんって先輩はゲームが上手だったんです。その先輩と話をしている時に「ギャラがお前どない思うんや」みたいな話をされて、僕は実はギャラがそんな好きやないんですっていう。なんでかっつったら、縦シューティングで上に宇宙人がたくさんいてて、下を
飛行機が横にだけスライドしてちょんちょんちょんって言ったらちょっとハイカラなインベーダーぐらいな感じなんですよ。でも最大の弱点が1個あるんですよ。画面の左端に追い詰められたら球がこう落ちてる時はもう仕方ないし当たるしかないんですよ。ドンっつって。で自分が死ぬ数秒前、これもしかすると 1. 何秒かもしれません。でも僕にはそれ無限大に長く感じたんですね。これが嫌で仕方なかったんです。理不尽じゃないですか、宇宙空間なのに画面の端っこがあるっていう。なので、ギャラガの隅っこで追い込まれないのがいいって自分で思ったわけですよ。でじゃあどうするのって言った時に、画面の左側行ったら右に出てくる、右の端行ったら左側から出てくる、技術的にはできるんだってことは知ってたわけですよ。でこういうのはどうやろうと思って考えた時に思いついたのが、もしこれ 3D やったら、当時 3D なんかないですよ。つまりその宇宙空間をこうと皆さんから見たらこう飛んでこういうふうに円錐になったらどうやろうと。でそれやったら追い込まれへんですよね。コーナーにずーっとこう逃げていけるんで、円状に動いたらどうやねんというふうに考えついたわけですよ。つまりジャイラスのネタはこれ1個です他は何にも考えてないです。ギャラガが大好きやって先輩がおられて世界的に売れてるっていう事実があって、なので僕は僕の嫌なところを僕なりに改善したら僕でも遊べる好きなゲームが作れるんやなかろうか、これ 95% の法則ってやつです。ギャラガをインスパイアしてたということで4ヶ月で作れと言われて4ヶ月で作ったような記憶があります。これ本当は言うたらあかんねやと思うんですけど、ギャラガーっていうゲームに強く影響を受けているので、ステージ構成とか、ボーナスステージとかパワーアップしたらどうなるのかみたいなところはですね、ほぼほぼトレースさせていただいておりましてですね、あんまり悩むところなく思ったよりも簡単に作れたような気がします。みんな向かうところは一緒なんですよ。あそこ行こうぜということでゴールが見えてたってことでとっても作りやすかったです。で、自分らなりに面白かったんですよやっぱり。でも日本では売れなかったです、あんまり。理由はですね、ゲーム機ブラウン管が真上向いてるんですよ。そこにこうさっきのこういうのを映し込むとどうなるかって言ったらですね、下の方にこうやって潜っていくゲームに見えるんですよ。今の筐体こういう立ってるじゃないですか、そこそここう立ってる中でこう向こうへ、僕が思ってるのはこういうふうに飛んでいきたいわけですよ。こういうふうに、そういうふうに作りたかった。皆さんから見たらこういうふうにね。でも結果はこうなったわけですよ。下に行くのはちょっとイメージが違うよねってことでうまくいかなかったですね。アメリカではわりかしモニターも立ってたりとかしてうまくいったっていうのもあるんですけど、ここからちょっと恥ずかしい話になりますけど、これなんで売れたんやって話になるんですね。売れた理由はですね、光月社長の一言だと思ってます。これ音楽これ使いって言われたんですよ。それがクラシックの曲をディスコ調にアレンジしてる曲があったんですよ。その曲が壮大な曲なので宇宙空間にあったっていうのと、その当時考えられんぐらい迫力のあるステレオサウンドだったんですよ。ってこともあって、新しいもの好きのアメリカ人には音楽も新鮮、画面も 3D なんですよ。疑似 3D ですけど 3D 画面なんですね。アメリカ人そういうの好きなんですよ。っていうことがあってアメリカで大ヒットっていう。で結果ですね、タイムパイロット、ジャイラスというですね、2タイトル連続でヒットゲームを飛ばすということでヒットゲームクリエイターの仲間入りをしましたっていう。その後カプコンに僕は移籍したので、コナミ時代に作ったゲームセンターのゲームはこれ2タイトルだけになります。本当に日本でのロケーションテストの結果が数字の記憶ないんですけどあんまり良くなかったんやと思うんですね。嫌な汗かきますよ。まだ1年目のペイペイですからね。話ちょっと古すぎてどうかなと思いますけど、面白かったなと思ったら高評価ボタンを、今後もこのチャンネル見てみたいなと思ったらチャンネル登録を、インスタグラムと、ツイッターの方もやっております。よかったらフォローの方よろしくお願いしますということで今日はここまでになります。バイバイ。